ろしくお願いします。これは 240ZG の昔ね、2リッターモデルと 2.4 リッターモデルがあって、これはその中でも 2.4 リッターのバンパーが G ノーズそうですね。と、あとフェンダーと、はいはいはい。あとこのリアルのディスポイラーですよね。はい、そうですねこれがついたモデルが ZG だったはずですよね。当時確か新車が2リッターモデルの普通のやつが80万で ZG が確か150万ぐらいした。そうですね、2倍ぐらいだったと思います。ですよね。だからこの当時 ZG 以外のやつ乗った人はこれにするみたいな。ありましたありました。マジでかっこいい。昔のね、Z って言ったらこのヘッドライトがめちゃくちゃかっこいいですよね、これね。ああ、わかります。六角止めなんですよ。六角止めですね。純正が六角なのかちょっといまいちですけど。確かにこれやばいな。これってポリカみたいな感じなんですか。あ、でも結構硬いですね。そうですね。ガラスではないです。ガラスではないです。すげえ。このなんか猫ちゃんみたいな、まあこれはあれなんですか。マーシャルっていうメーカーのヘッドライトで、ああ、そういうことですね。昔の属車とか、あと二輪とかでよく使われてたやつですね。そういうことですね。社外品ってことなんですか。あ、そうですそうです。なるほどなるほど。G ノーズってこんな長いんですね。そうですね。確か純正より190ミリぐらい長いんですよ。あ、よくご存知で。僕も結構昔ノスタルジックな車が好きで、はいはいは 2000GT とかめっちゃかっこいいですよね。顔めちゃくちゃ薄いし、い。めちゃくちゃ薄いです。なんかここから人跳ねたら絶対足切れそうなぐらい。確かに。確かに。尖ってる。やばい。これ車高って純正じゃないんですよ。車庫帳が入ってます。あ、ですよね。かなり低いですもんね、こう見ると。亀有さんの車庫帳キットみたいなのが入ってます。マルーンってまたこの旧車に似合うというか。おじさん臭いいい色ですよね。で、これちなみに何かついてるんですか。これはキャブのところに強制的に風を送る用のダクトになってまして、キャブ車夏場ガソリンが沸騰してパーコレーションっていうのが起きてエンジンかかんなくなっちゃったりするんですけど、それの対策っていうやつですね。これちゃんとマウントで作られてるんですね、多分ね。ねえ、前のオーナーさんが多分やってくれてますね。で、今も Z で継承されてるこの Z のボンネットの形。ああ、そうですね。これかっこいいですね。いや、ここの出っ張りをアップで撮るあたりさすがですね。いや、これでしょ、やっぱ Z といえばこれでしょ。確かに。あと Z 初代の Z これのね。エンブレム。これもマジでかっこいい。ちょっとダイヤみたいなこのちょっとこうしてたんですよ。あ、そうですね。なんか意外とノペットしてないんですよね。確かに。なんか今の Z ってもうちょっと大きくて、はいはいはいのペットしてる感じなんだよね。あとはフェンダーミラーがまたちょっとね特徴的ですね。これね。なんも見えないですよ。見えないですか。なんも見えないですよ。なんか見えそうに見えてて意外に見えない。Z だと助手席側のワイパーがちょうど邪魔になって。あ、なるほど。視界がここに完全に。ああ、そうですそうです。こういうことですね。そうですそうです。すげえな。そしてこのホイールがまたかっこいいですね、これね。ありがとうございます。林。はい。これ林のなんてモデルですか。これなんだっけ？林もいろいろモデルあるじゃないですか。そうですね。林ストリートのなんかこういうやつです。ちょっとディープなやつですね。あ、そうですそうです。いやー、かっけー。で、これ地味にね、このよく見るとキャリパーも変わってて。あ、そうですね。おそらく32のタイプ M やっぱりですね。はいはいはい。にロータースリットが入って。はい。これ16インチですかね。15ですね。15なんやね。なるほど。これかっこいい。やっぱり旧車といったら林か渡辺か。そうですね。買った時からこの林がついてて、で、今後ちょっと渡辺に履き替えたいなみたいな感じではありますね。実は渡辺派。実はただ林も意外とかっこよかったんで、これはもちろん残して、はい。いやーかっこいい。あとそれとね、この旧車用のタイヤね。ああ、そうですね。これかっこいいわ。やっぱりこれは最新のタイヤよりこのタイヤが一番かっこいい。ちょっとやぼったい感じがいいですよね。そうなんですよね。最後リムガードないんですね。よく見ると。ないですね。確かに。もっちもち。かっこよすぎる。でこれが純正フェンダー。はい。これまさかのあれなんですか。純正でリベット止めされてる。あ、リベット止めですね。やばいっすね。本当に。今時だとこういうの多分純正って PP とかになったりすると思うんですけど、Z の G ノーズとかこのオーバーフェンダーとかは全部純正で FRP っていう。FRP なかなか、はい。ちょっと触っていいですか。大丈夫ですよ。さらにちゃんとこれ薄いんですね。薄いです薄いです。すげえ。裏側ね、ただただ貼り付けたんじゃなくて、ちゃんと上側も加工されてるというか。そうですそうです。これはすごいな。当時としてはだいぶチューニング価格あったでしょうね。純正でこんなフェンダーついて、これだけ鼻先も長くて、そうですね。リアウィングはついて、純正で確かデュアルついてましたよね。ついてますね。これは社外かもしれないですけど、これだって純正品でしょ、これが。純正品ですね。やばいな。かっこよすぎるでしょ、これ。これって今とちょっと違いますもんね。多分違うと思いますね。これは僕のチャンネルとちょっとおじさんも多いんで結構ぶっ刺さるんじゃないかっていう。あこの当時だけなのかわかんないですけど、ちょっとロータスっぽいですよね、顔もね。そうですね。なんかもともと Z ってジャガーの E タイプみたいな車作ろうってところから始まってて、サイドのラインとかも作ってみたいな感じだったと思うんで。それあれですね。プロジェクト X でしたっけ。ああ、ですねですね。やってましたよね、昔。後ろのショートデッキ感がまたね。短いですよね。本当短いですよね、これ。これだって後ろ今の車の半分ぐらいしかないんじゃないかな。ないと思います。す
ごい短い。でシートの位置もタイヤのほぼ前みたいな感じで。確かに。これがかっこいいですね、サイドバッチが。ああいいですよね。これ完璧でしょ。もう昔の人ってこんなセンスあったんです。ね、不思議ですよね。なんか不思議ですよね。いや、今の車もいいですけど、かっこいいですね。やっぱこの当時ってなんか独特のデザインというか、雰囲気がありますね。そう雰囲気がすごいですね。でこれは当時三種の神器と言われたこのデュアルにソレックスに高橋ね。デュアル。はい。デュアルと社外ですかね。社外ですね。トラストですね。トラストから出てたんですねこれ。はい。音量は結構あります。お腹に響く感じで。ああどこどこいう感じですか。そうですね。ああいいな。でさっきちょっと動いてる時見ましたが、実はくるくるテールが入ってる。あ、ちょっとやんちゃな心を。ちょっと昭和時代の走り屋というか、いいですよね。なんでこんなにシンプルやのかっこいいんやろうな。ね、僕もずっとそう思ってます。ですよね。ごちゃごちゃしてないのに刺さるものありますよね。洗練されてますね。ずっと見られるもんなこれ。わかります。買ってきてからずっと車庫で車見てます。これ見ちゃうな。そしてこれもリアはフロントよりかなり太いんですかね。あ、そうですね。10.5ぐらいあるのかな。フロントが 8.5J で、リアが 9.5J。まだまだ入りそうなぐらいの勢いですね。そうですね。10班ぐらいまでは頑張れば入るらしいです。リアも純正オーバーフェンダー。もちろんです。これすごいっすね本当に。これってチューニングカーでしかないでしょ。純正だとは思えないですよね。ですね。普通の人が見たらこれって後付けっぽく見えるじゃないですか。あ、見えます見えます。リベットだし。でも実は純正リベットだったっていう。いやーすごいな。ちょっと内装いいですか。あ、どうぞ。この音がやばいでしょこれもうね。音がこれやばいな。意外といい音しますね。これ最高っすね。何がこんないい音してたんやろっていうぐらい。キャッチがいいんですかね。あ、どうなんですかね。なんかやたらでかいんですよ、キャッチが。キャッチでかいですね。ごっついというかね。そうなんですよ。すごい。この方の Z ってはい前期、中期、後期があって前期、中期はこのキャッチ、あ、これなんですね。はい、で後期は普通のなんていうんですかね、空車っぽいそうですそうですそうですへーに変わってるみたいな感じ結構らしいです。音違うんでしょうね。このガチャンって音が金貨を切るみたいでめちゃくちゃかっこいい。ね。あ、わかります。そしてこの時代はくるくるですねこれね。あ、そうです。ハンドパワーウィンドウハンドパワーウィンドウ。よいしょ。結構重いんですよね。おお結構重い。結構重い。内装も超綺麗。びっくりしますよこれ本当に。ね、生で見ると蹴り跡とか一切ないですからねここ。なるべく気使ってます。ここまで綺麗だったらめちゃくちゃ気使うっすねさすがに。そしてこれアームレストちっちゃすぎて笑いました。そうですね。これ犬のアームぐらいしか置けないんじゃないですか。そうですね。ちっちゃい。これもなんか後期になるともっと豪華になるんですけど。あ、そうなんですか。はい。で Z で言ったらこのシートね、かっこいいですねこれ。そうですね。でもこれ純正ではないですよね。多分ここの仮面こんなブツブツしてなかったような。多分社外ですね。社外っはいぽいですね。昔流行りましたよねこういうバケットタイプの。そうですね。はいめっちゃかっこいいこれ。でこのハンドルがまた超かっこいいっていうこれ綺麗すぎませんこれさすがに。これもでもよく見るとちょっとあれなんでそのうち変えたいなって思ってます。これ純正ですよね。いや純正ではないですね。あ、じゃないんですか。はい。超綺麗。これ最高でしょ。もう匂いがねちょっと昭和な感じ。博物館に置いてある車の匂いしますよね。わかりますわかります。すげえわかりますそれ。ちょっとお邪魔していいですかこれ。どうぞどうぞ。あー国宝に乗ってる感じが持った瞬間に分かること。この車ちっちゃい。うん、意外とちっちゃいですね。1690ミリしかないですもんね。横幅はそうですね。今の車なんてコンパクトカーでもこれ以上ありますからね。うん。あ、確かにフェンダーミラーマジで見えないです。何も見えないです。本当に見えないですねこれ。びっくりしました。運転席側は見えるんですけどね。そうですね。助手席側このワイパーにかぶって半分ぐらいしかそう見えないです見えないです。やばい。お、それなんかこうキルスイッチまでついてるんですかこれ。あ、いやそれはシガーですね。あ、シガーソケット。はい。昔ニスモから出てたキルスイッチ型のシガーライターっていうのがありまして。マジですか。はい。これ当時もんですか。当時もんですね。やばー。この辺もちょっと怖すぎて触れない。それそんなに古くないです。あ、そうなんですね。多分いいとこ30年ぐらい。ああ、十分古いですいえね。すげえ、メーターもかっこいいこれ。あ、メーター電気つけます。あ、いいですか。おお、かっこいい。またこのちょっとほわんとついてる感じが昔の車ながらの。ちょっと緑っぽいような。中にハロゲン球がついてて、そこに緑色のなんかフィルムが乗っかってるらしいんですよ。なんでちょっと青っぽくなってる。はいはいはい。ちゃんとこれ1万回転まで書いてあるところがオツなところを感じますね。あ、それ実は純正じゃないんですよ。え、そうなんですか。 432Z ってまた別の Z があるんですけど、あれ速いのやつですよね。そうですそうです。あれの純正メーターですね。ああ、なるほど。時代がかっこいいですよね。このフォントがね。ね、かっこいいですよね。これさすが50年前。今の車でもこれにしたらいいのになと思うぐらいかっこいいな。わかります。かっこいいですね。でこれね、Z と言ったら昔の車はそうかもしれないですけど20キロからのメーターっていう。あ、そうですそうです。ね、何やらおかしい様子のなぜかスタックのメーターが入ってるとめちゃくちゃ綺麗に収まってませんこれ。さすがに生かしてますよね。生かしすぎですねこれ。でもダッシュボードリペアしてるからめちゃくちゃ綺麗ですし。そうですね、リペア品みたいです。
すごい綺麗。まあ純正でもここ3連ついてるじゃないですか。はいはいはい。こんなに綺麗に収まるんやってぐらい綺麗に収まってます。うん水温の油圧と油温ですかね。はい。下にも入っていて、下はガソリンと電圧と電圧。あと電圧、はい。いやーかっこいい。まあ、あと足んないのは空燃費系ぐらいでああ、すかね。そうですね。F 系はそうですね。はい。そしてこれ当時もんですかこれ？あ、バド付けのクーラーですかね。ああ、これやばいっしょ。当時ってもうエアコンってまだなかったんでしょ。ないと思います。うわ、やば。これは有名なスターロードさはいはいはい。んのアフターパーツですね。あ、スターロードさんがアフターで出してたんですね。出してますね。まだ全然新品で買えます。この内装の雰囲気を壊さずっていうところがさすが旧車ショップ。ちゃんと現代風にもこういうところがオマージュされてるというか、いいところは残しつつ雰囲気も崩さずみたいな。ですね。前のオーナーさんすごいセンスを感じますこれ。いやもうだからこそ買ったと言っても過言ではないですね。これ間違いないでしょ。ギアもしっかりね、ターバー入ってるんですかねこれ。ターバー入ってます。いやーすげえ、ストラップの位置超高い。首元ぐらいになりますね。ありますね。で、絶対に外せない扇風機。あ、これ必須ですね。暑い。夏場乗れないですか？乗れないです。そろそろこの時期はいいですよね、涼しいんで。いやでも今日はまだ暑いですね。後で覚悟しといてください。暑そうです。てかこの時代ってまだシートベルトしなくていい時代でしたっけ2点ですね。あ、2点なんだ。はい。そしてリアハッチ。意外に後ろは見やすいですよね。後ろめっちゃ見やすいですね。めちゃくちゃ見やすいですね、これ。超でかい。縦の熱線が昔を感じるというかなんというか。そうなんですよ。最近あまりないですよね、縦の熱線ってね。これも年式では横に熱線が入っちゃう。あ、そうですか。後期はそういうところ結構今風になったんですかね。なってますねだいぶね。後期ってだってパワーウィンドウとかもついてますもん、確か。マジですか？はい。これパワーウィンドウいらないでしょ。一瞬エンジンかけてみていいですか？あ、いいですよ。イグニッションオンにして少し待って、でひねりながら一回アクセル煽ってやれば多分今だったらかかると思うんで。やばい、めちゃめちゃ鼓動を感じる。そしてガソリン臭さがすごいキャブレターを感じる。やべえ。やっぱ L 型ってすごい独特な音しますよね。ですね。なんかこうドコドコしたような音が。多分カムも変わってるからっていうのもあると思うんですけど。おお、なるほどなるほど。いやーいいな、やっぱこのガソリン臭さたまらんな。ザ昭和って感じで。最高っすね。いやーまずこのねシフトノブの揺れ方がもうさすが旧車。やっぱちょっとここのセンタリングがね、今の車はこうかっちりしてるけど、あ、そうですねやっぱ。昔の車って感じします。ちょっと緩い感じ。ちょっと緩いですね。これでもシフトは結構スコスコ入りますね。そうですね。意外とこれ何速ミッションです5速です。か？5速ですか？これも 240Z だと純正でクロスになってるらしくて、そうなんですか？普通の素の S30 と比べるとつなぎやすいっていうギア比になってるらしいです。やば、アクセルの反応早っ。めっちゃ速い。そう、ワイヤーですらなくてロッドなんで。ロッドが繋がっててそこをキュッてやるから。そうですそうです。レスポンスっていうかもうワイヤーのたるみもないから。はい。やば、気持ちいい。これちょっと後で。じゃあエンジンルームいいですかこれは？あ、大丈夫ですよ。はい、大優勝してます。なるほど。これめちゃくちゃかっこいいな。このままショーいけます？いや、まだちょっと汚いかなって感じじゃないですか。いや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 、ここまでヘッド綺麗なやつ見たことないです。これだいぶ磨いてますよね、多分。そうですね。納車した時もっとくすんでたんで、ちょっと頑張ったんですけど。そしてこれ L 型の L24 ですか？いや、28の乗せ替えで、貝の3リッターですね。 L28 回。はい、やば28回。いやつや。やばいやつ。L28 回、それだこデュアル。これも完全に昭和のおじさん。あ、もう刺さるやつや。大好きなやつですね、これ。かっこいい。で、ここのホースがキャブのところで熱が溜まりすぎる。そのなんか白いところに電ファンが入ってまして、センサーがついてるんで、温度が上がりすぎるとそのファンが動いて、まあ、強制的に風を送るっていうシステムになってます。なるほど。ちゃんとそういうところも快適に乗れるようになってますね。でも全然快適に乗れないですね。これは快適っていうよりロマンで乗るあ、そうですね。なんかいろいろついてますが、まずキャブレターからいきますか。あ、はい。ソレックスの44パイ。これやばいですね。めちゃくちゃかっこいい。そしてパネルもだいぶでかいですね。だいぶでかいですでねか。いですよね。だからここの間とか狭すぎてカッティング入ってます。入ってます、入ってます。かっこいい。 L 型ってキャブレターの吸い込み口と液マニの吐き出し口が同じ側にいるんで、あ、そっか。でこの真下にマニがいるんで、どうしてもその熱でやられちゃうから遮熱板をつけるっていうのが定番らしいです。そしてこれ全部あれですよね。燃料ラインっていうか。あ、はい。ですよね。でこれ3リッターですよね。そうですね。腰下もやってるんですか？やってますね、腰下まで。うわ、かっこいいこれ。ちなみにどれぐらいパワー出てるんですか？いやー、パワーもわかんないんですけど、3リッターだと大体260から300みたいな感じらしいです。結構出てますよ、そうなると。ただ買ってから1回もちゃんとセッティングしてないんで、自分ではやってみてるんですけど、なかなか難しいですよね。はいもうキャブってまた温度によっても変わりますからね。湿度でも変わりますし。変わりますね。
夏場と冬場で調整しないと元気よく走らないというところが、うんいいところでもあり悪いところ悪いとこでもあるはいでもピークパワーはキャブレターで出るって言いますもんね昔からみたいですね。もともと240だとやっぱ 2.4 リッターが乗っててっていう車なんですけど、そうですよね。 2.4 リッターがもともと乗っかっちゃってる車買うとオリジナルを維持しなきゃって多分なると思うんですよ。いやーめっちゃそれ思います。だってこれこの当時高級車ですからね。そうですそうですす。まあ、だから乗せ替えられてる車の方が気兼ねなく遊べるなって思ったらちょうどそういうのいやが出て確かにきましてそれ思います。やってる車買わないと多分チューニング費用もとんでもないし確かにそしてもうそもそもエンジンがあまり出てこなそうですしあ確かにでこれ分厚いアルミラジエーターラジエーターが入っててであとはオイルクーラーが綺麗についてますね。なんか本当にやることないですね。やることないですよね、もうだってこのまま維持してたらどんどん値段が上がっていくだけみたいな確かに不動産で上がっていくっていう C さんですねウェーブも超綺麗っていうねこれサビ一つなし比較的綺麗だと思います。だってこの車って1976年72年です72ってね。いうことはちょうど50年前。 50年いやすごいな。逆に思うのは改めて見てから新型の Z 見るとすっごいオマージュされてますよねちゃんとああそう思います。ね本当にちょっと揺らぎましたもん。ありがたいですかこれと並べたいですもん新そうですね新型ちょっとこれはソレタゴデュアル3リッター試乗モデルいきましょうか。ぜひお願いします。初そうヘッドライトがここの出っ張り。おおなるほどホームステアあパーステ合わせついてるんですね、はいこれねでこれなかったらもっと重いんやろな。切ります？切れるんですかこれ。切れますよ。いやありでいいっす楽したい左足の膝のところにトグルスイッチがあるんですけど、多分今切れてますね。そうっすよね、めっちゃ重いっすもん今。よいしょ。おおちょっとすごいレスポンス。お速い速いてか乗りやすい。意外と乗りやすいですね、はい全然そんなギクシャクしないですね。アクセルが機敏すぎてあそうだと思います。おめっちゃ速いっすねこれ多分。楽しいですよ。めちゃくちゃ速いっていうよりかはその楽しくて速いというか、ブレーキのタッチがなんかあれすごいデンスロより速いから反応が難しい。踏みすぎちゃいますね最初に。そうですね。あー気持ちいい。そんな踏んでないしなこれ全然。これでまだセッティング取れてないんで、セッティング取れたら多分もっと気持ちいいですね。いやーもう気持ちいいですけどねあー気持ちいいな。レスポンスいい。めっちゃいいですよ。めっちゃ気持ちいいですね。これちょっと確認したくなる。そう目視で見ないと分かんない。思ったより速いっす。ボディが軽いっていうのも。ああそうですね確かにこれどれぐらいでしたっけ車種。1190。軽い。うわーやっぱこのフェンダーミラーってすごい味ありますねこう見ると。そうですね。でも怖すぎてちょっと目視しちゃいますちょっとっていうか見えないですよ。見えない左マジで見えないですねこれやばいな。だから正直上が回りきらなくて。ああちょっと踏ん詰まっちゃうみたいな感じ。そうですね。気持ちいいなキャブ。これスピード出さなくても楽しいな。それなりに出るからなお楽しいみたいな。そうですね、これ多分ノーマルエンジンとはまた全然違うでしょうね。多分違うと思います。速いもんな普通に速いあーでちょっとポコポコいう感じがまたああキャブっぽいキャですね。ブっぽいっすね最高。そしてステアリングが意外に結構しっかりしてるっていう。まあ重捨てなんで今。重捨て気持ちいいというかハンドルの路面からすごい伝わってきます。いろいろと。確かに確かに。あー最高。こんな乗りやすいんですね。意外と乗れちゃうんですよね。そんな初めての人でもまあ全然乗れなくないですね。ブレーキのタッチが若干癖があるぐらいかな。結構深いですよね。そうですねグーッと踏んでいく感じですね。多分一応純正じゃないマスターバックとかには変わってるんで、もともとよりかは強くはなってるとは思うんですけど、まあって感じですね。そうですね。もう慣れちゃえば全然そんな入りますけど、最近の車ってすぐもうねブレーキ効くじゃないですか。そうですね。それに慣れてるとちょっと最初は怖いなってありますけど、確かに。やっぱこのもう窓を見るだけでもねなんかちょっとやっぱ昭和の車感ありますよね。わかります。最高。多分誰でも童心に戻れますね。それわかりますね。なんかその平成生まれの人でも多分昭和を感じれますね。そうですね。
昭和の人は本当に懐かしさをめちゃくちゃ感じるんじゃないかな。確かに。いやーすごいな。やっぱりこれってエンジンやっぱ3リッターっていうのもありますし、軽いっていうのもありますし、パーツがしっかりねいいものついてるから、安心して踏めます。どこかもう壊れそうって感じがあんまりなくて、今のところは全然水温とか油温とか見ても結構全部安定してて、そうですね。やっぱ気持ちいいな。これ本当に一回乗るとやみつきになっちゃうんですよ。この車買っちゃうと旧車の良さを求めちゃいます。次買う車も旧車が欲しくなりそうです。いやぜひ。いや本当にいいですよ。速さとかっていうあれはね、やっぱり今の車には負けますけど、このロマン、これね、このロマンはちょっと何にも代え難いんじゃないですかね。今の車じゃありえないですね。ありえないですね。で車と会話してる感があってすごいいいですね。電子制御がゼロじゃないですか。もうこれ何もないですね。一緒に走ろうぜって車がこう訴えかけてくる感じが、だからこそキャブレターも調整してくれないと体調崩すよみたいな、そこら辺の会話が面白いというか。そうですね。なんか友達というよりかは悪友ですね。かもしれないですね。一緒に悪いことしに行こうぜみたいな。そうです50年前の車にしては足は結構いいっすね。思ったより跳ねないですし、ストロークもそこそこあって、旧車だからってもうポンポン跳ねて乗れないみたいなのは全然ないっすね。しっかりちゃんと四輪がここでちゃんと設置してるなってすごい分かりやすいんで。でもついてる車庫帳が割とその古いタイプの、でしかもネジ式のやつなんですよ。これを最近の新しい全長式のとかに変えるともっと良くなるみたいで、これでも十分よく曲がりますしね。結構ちゃんと粘りますよね。そうですね。タイヤもそんなねハイグリップじゃないですけど。そうですね。車柔らかいな。ニョンニョンってしてるのが、それはそれでやっぱり味があっていいなと思います。今の車と比べると、不安はあるかなみたいな柔らかさですね。これ200キロぐらいでねぶつかると結構やばいなって感じは若干ありますよね。いや多分死ぬんじゃないですかね。いやーいいな。でもやっぱこの人馬一体感は今の車にはないな。ないです。素晴らしい。L 型って気持ちいいな。トロがあって乗りやすいし、めちゃくちゃ乗りやすいですね。キャブ楽しい。この匂いもねやっぱいいっすね。そうですね。このガソリンぶちまいてね、もうそこでガソリン送ってるわけですから、やっぱり匂いが結構しますね。しますね。あとはこの暑さですか。そうですね。エアコンはねどうしてもねないのでなかなかあれですが、これでも4000しか回ってないですからね。これマックスどれぐらいまで回るんですかね。一応レブリミッターは8900なんですけど、キャブの調子が良くないんで6000ぐらい。6000シフトぐらい。全然4000でも気持ちいい。なんかこの L 型の独特のおーっていうなんかねマッスルなサウンドがいいっすよね。本当に腹に響く音。腹にきますね。おー、いやいいな。これは高くなりますよそりゃ。年長こそうな時にちょんってやるとなんかすげえ火出ますね。出ますね。これ乗っちゃうとやべえな。やっぱり古い車っていいな。もう本当に遊び心をくすぐるというか、全部が楽しいですね。全部が楽しいですね。この2人だけの空間感がやばいですね。この車との。確かに確かに。僕いらなくないですか。そういうことですか。このまま持って帰っちゃいそうなぐらい。ちなみにどうなんですか今の相場的に言うと Z も、だいぶ上がってるのは知ってるんですけど、なんとなくですけど、普通の S30 でベストア済みだと、4桁乗っかるぐらい。これは 240ZG の本物になるんで、本物ってのがやべえっすよねこれ。多分普通に M4 のクーペ買ったりとかできるぐらいは全然かかります。新車のね。そうですね。高えなやっぱり。でも今買わないともうって思ったんで、もう絶対そうだと思います。この車が欲しくて将来買うぞって人は多分将来もう本当買えない値段になってると思うんで。買えないですね。僕ずっとそのたちで、いろいろあって踏ん切りついてやっと買ったみたいな感じですね。僕も10年前ぐらいに雑誌見た時はまだね500万とか600万ぐらいだったんですよ。やっぱりもう倍になってるってことですね。倍以上なんか一個一個のやっぱ車の作りが、今の車もねもちろんそりゃ洗練されてね作りはそりゃよくはなってるんですけど、
遊び心というかちょっと人間味を感じるこの車作りはそうですね。やっぱいいっすね。なんか当時の精一杯で体当たりで車作ってるみたいな。間違いないです、本当に。この当時の限界のねスポーツカーを作ったぞ感が本当にすごいんで、これ純正確か150ぐらいですよね。そうですね。その当時はすごかったんだろうなと思いますもんね。今の車で150馬力って言ったらね、もうミニバンでも150ぐらいある時代ですから飛び抜けたスペックじゃないんですけど、確かに確かに。そう考えると今の車すげえなすごいですね。そういう歴史を感じますよね、こういう車乗ると。いやー確かに。時代の進化っていうかね、技術の進歩すごいなっていうのもなんか実感できますね。確かに。これはちょっと貴婦人って名前が似合うかもしれないですね、本当に。貴婦人なんですかね。めちゃくちゃ男臭い車だなって思いますけどね。確かに。でもこれいじってなかったら割と貴婦人感あるのかなってちょっと思いましたね。確かに。これちょっとハードじゃないですか今。はい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 。エンジンもマフラー音も。はいはいはい。意外にこれノーマルで乗ってると貴婦人って感じするのかなっていうちょっと雰囲気は感じますけどね。確かに。そう言われてみれば。これでも総額結構かかってるんだろうなと思いますね、前のオーナーさん。そうですね。エンジンだけで結構いってるやろうな。一説によると3、400みたいなぐらいはかかるって聞いたことありますよね。いやすると思いますね。今だからこそね、新型の Z34 が出るからこそこの車を乗ると、ね、ちゃんと Z34 もオマージュされながらこの辺のメーターとかそうですね結構オマージュされてる部分多かったですよね。同じ血は確かに流れてるかもしれないですけど、車としての性格はもう全然違いますよね。いやもう全然違うと思います、本当に。この荒削りなところが楽しいですね。ツボを抑えたチューニングされてるんで、まあこれ以上の答えないんじゃないかとは思いますね。そう思います。昔の黄金スペックって感じですよね、本当に。そうですね。あとはオリジナリティをちょっと出してみたいな感じですもんね。今後はそういったところにちょっとずつ手加えられればっていう感じなんで、はいはいはい僕なりにこの車楽しみたいなっていう感じですね。いやーこれちょっと見てるだけでニヤニヤしちゃいますからねこの車いや嬉しいです。こういう車ってちゃんと乗ってあげる方が調子いいのかなっていう感じしますね。そうなんですよ。貴重な車なのは分かってるんですけど、はいはいはいでもやっぱ車って乗るものじゃないですか。そうなんです、結局はね乗り物なんでね。そうでやっぱ乗ってなんぼなんで、たまに乗ったらその時はその時でちゃんと回してあげてとかって言って、でそういう風な距離感で僕は付き合いたいんで。はいはいはい。もう展示車みたいなっていうよりかはちゃんとその乗りたい時に乗れるような。そうですね。で普段はもうピッカピカにしてガレージ行ったら酒飲んでそのまま車がおかずになるというか、ああなりますね。当てになるぐらいの勢いなもうしてますね。車好きじゃない人でもこの車見るとかっこいいなとか、やっぱり昭和の車だなって多分すぐ分かると思うんですよね。はいはいはい。めちゃくちゃ見られるから超恥ずかしいですもん。あ本当ですか。いやでもこれは注目度マックスですよね。見られてるの気づかないふりして下向いてますもん。まあおじさん大好きでしょうね。まあすごいモテますね。まあ女の子受けっていうよりかはフェラーリの方がモテるけど、あーおじさん受けならもう間違いなくこっちの方が。そうですね。いやでもすごいな、この当時でこんな走るもんな、やっぱ低重心感ありますね。ありますね。やっぱ低いですね。腰高感が全然なくて、めちゃくちゃ乗りやすい。いい車だ。いやーあっという間でしたね。これ自分の車だったら俺何周もしちゃうな、これ絶対。お、軽くなった。鬼軽いっすよ。ちょっと駐車は重捨てまずいかなと思って。ああさすが、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ちょっとこれね鼻先長いんで全然見えないんですよね。そうそれぐらい意外と分かんないんですよね。ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。